上津屋目のあがた、あがたの南二里に、筑紫の君祝いの墓あり、高さ七つへ、巡り無疎津へなり、石人と石立と、おのもおのも無疎人、こもごも連なり、面をなして、よもに巡れり、牛虎の隅にあたりて、一つのことどころあり、名付けて画頭という。はいどうも、皆さんこんにちは。今回は祝いの乱についてお話ししていきます。祝いの乱というのは古墳時代、慶太天皇の頃に今でいう福岡県で起きた戦いです。争ったのは大和政権と筑紫の君祝い。彼らがなぜ戦うことになったのか、またどのような戦いだったのか、この動画で確認していきましょう。祝いの乱が起きた理由は、大和政権と朝鮮半島の関係が重要になってきます。以前の動画で高句麗の南下により百済が大和政権に助けを求めてきて、大和政権が朝鮮半島の戦いに参戦、結局敗北したということはお話ししましたね。このように当時から大和政権と朝鮮半島との関わりは強く、大和政権の支配力は朝鮮半島まで及んでいました。さて、今出てきた大和政権という言葉ですが、大和政権というのは現在の奈良県にあたる大和やその周辺の豪族が集まった組織、つまり近畿地方にあった豪族連合です。その豪族連合が地方の豪族たちを従えて日本列島を支配していました。このような構造だったので、大和政権が日本を統一したといっても、地方の豪族にはある程度の権限があり、その地方のことはその地方で決めていました。つまり大和政権の支配力は地方に行くほど弱まっていたのです。国内でも支配が行き渡っていないので、海を渡った茅屋諸国にはさらに大和政権の支配力は届きにくいです。この時大和政権は朝鮮半島の茅屋諸国に三麻那という拠点を持っていたのですが、支配力が届いていないなら大和政権から独立しようと考えるのは当然です。さらに新羅や百済がしっかりとした国家を形成してくると、大和政権は三麻那を守ることができなくなっていきました。このようにして大和政権の朝鮮支配は破綻し始めたのです。そんな状況だったので、朝鮮半島では百済が三麻那を侵略し、大和政権に対して三麻那を渡せと要求してきました。大和政権でも賛成反対様々ありましたが、三麻那は大和政権からは遠く、百済にとっては近い。三麻那を百済に与えたら日本との関係は良くなるのではと考える人々によって、大和政権は三麻那を百済に渡しました。慶太天皇を中心とした当時の大和政権は百済と仲良くするという外交方針をとっていたのです。しかし三麻那に住んでいた人たちからすると、大和政権から見捨てられたように感じます。大和政権への不信感は高まっていきました。こうして三麻那は大和政権から離れて独自の動きをするようになったのです。そんな中、朝鮮半島にあったもう一つの国、新羅も力を蓄えていました。国としての形を整えた新羅は、俺も三麻那が欲しいと考えます。こうして新羅も三麻那に侵攻。百済と新羅の台頭により、いつの間にか三麻那はたくさんの領土を削られてしまったのです。この状況を見た大和政権はどうしたかというと、三麻那を取り返そうと決意しました。朝鮮半島に兵を送って新羅に対抗しようとするのです。この仕事を任されたのが大見家那という人物でした。彼は新羅に取られた領土の奪還のため朝鮮半島へと向かっていきます。ここで登場するのが筑紫の君祝いです。筑紫の君祝いというのは今でいうところの福岡にいた豪族です。祝いは以前から反乱を起こそうとしており、そのチャンスを伺っていました。新羅はこれを利用したのです。密かに祝いに賄賂を送り、大見家那が海を渡るのを妨害してくれと頼みます。新羅は九州の有力者祝いと手を組んで大和政権を妨害しようと考えたのでした。これを聞いた祝いは妨害を承諾、反乱を起こして大和政権に反旗を翻します。これが祝いの乱です。祝いは火の国、豊の国の2つの国にも勢力を及ぼして、大見家那の軍が進めないようにしました。これを受けて慶太天皇は物部の荒壁に正狩を授け、大友の金村とともに祝い討伐へと向かわせました。こうして筑紫の国に到着した荒壁は祝いと対決。
結果は荒壁の勝利となり、負けを悟った磐井は豊前へと逃れ、自ら命を絶ったと言われています。乱の首謀者である筑紫君磐井、彼の墓と伝わっている古墳が今も福岡県に残っています。岩戸山古墳です。この古墳は磐井が生きている間に作ったものだったので、磐井の乱が起きた当時から存在していました。大和政権軍は磐井を追ってこの古墳にやってくると、周辺にあった石人石馬をことごとく破壊。その影響で岩戸山古墳の周辺からはたくさんの壊された石人石馬が出土しました。そんな様子を見た磐井の息子葛子は、父が殺されてしまった、このままでは自分も殺されると怖くなり、粕谷宮家を大和政権に差し出したと言われています。粕谷というのは博多湾付近にあったと考えられる地名で、筑後川流域にあった磐井の本拠地からは結構離れた場所にありました。つまり磐井はそこを外交の拠点として新羅との交流を行っていたということです。その粕谷宮家が磐井の乱の後に大和政権側に移ったということは、大和政権が九州に進出し外交権を掌握していったということになります。これ以降大和政権は九州に七津宮家、そして太宰府を設置して九州を外交の拠点としていくのです。この磐井の乱は当時の朝廷を驚かせた大事件でした。なんとか大和朝廷は鎮圧に成功し、近江家は海を渡ることに成功します。しかし近江家は問題の解決に失敗。日本へと呼び戻されて帰っている途中で病気になって死んでしまいます。以上が磐井の乱の一般的によく知られている大きな流れです。さて、いかがだったでしょうか。こうして磐井の乱は物部氏によって鎮圧されましたが、朝鮮半島に渡った近江家は任務に失敗して帰ってきます。余談になりますが、磐井の乱で争った慶太天皇と筑紫君磐井、彼らの墓は現代でいうところの大阪府高槻市と福岡県八女市にありますが、長い年月を経て現在では高槻市と八女市は包括連携協定を締結しています。古代の争いを水に流し、友好的な関係を築いたわけです。磐井の乱の後、慶太天皇が崩御してしまいますが、この慶太天皇から金明天皇の間にはいろいろな説がありますので、深くは扱いません。一応簡単に説明しておくと、慶太天皇の時代は大友金村が力を持っていたのですが、朝鮮経営に失敗したことにより大友金村の力は弱まってしまい、金明天皇の時代になった頃には蘇我の稲目と物部のおこしが政治の中心となっているという流れです。こうして日本の歴史は飛鳥時代に突入していきます。ということで次の動画では飛鳥時代についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。